どうも、まるです。本日は DLC スペースドアウトで登場した植物、獣地獄に焦点を当てて、その活用方法について紹介していきたいと思います。DLC ではバニラに対して様々な要素が追加されており、なかなか獣地獄というマイナーな植物に焦点を当てて解説を行っている記事は少ないかと思います。一方で、実は獣地獄は非常に効率のいい水素発生源として使うことができます。この動画ではそんな獣地獄にフォーカスし、基礎知識や応用方法について解説を行っていきます。こちらはこの動画の構成です。はじめに獣地獄とビータについての基礎知識をおさらいした後、獣地獄栽培に必要な冷却機能についての計算を行い、最後にそれらを踏まえて具体的な獣地獄発電の建築例を紹介したいと思います。このチャンネルではオニを含めた様々なゲームの紹介、実況、解説を行っていきます。オニについてもっといろいろな動画が見てみたいという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をしていただけると励みになります。それでは早速本題へ移っていきましょう。1、基礎知識、獣地獄。獣地獄は DLC で追加された植物です。放射線バイオームに生息しており、生育可能温度は -90.1 度から -0.1 度と氷点下の環境で育ちます。成長するには汚染水が1サイクルあたり 10kg 必要ですが、それに加えて特徴的なのは、浮遊していない動物を1匹捕食させなければいけません。動物を捕食させると体温プラス10度の水素を1秒あたり 41.6g 生成するようになります。収穫すれば植物肉として複製人間の食料にもなります。この獣地獄、実は水素の発生源として非常に効率的です。水素の発生源として最もメジャーかと思われる電解装置と比較してみましょう。電解装置は1秒あたり 1kg の水を使って 112g の水素を排出します。一方で獣地獄は1秒あたり 16.7g の汚染水を消費して 41.6g の水素を生成します。つまり汚染水 1kg あたり約 2.5kg の水素を生成することになり、水 1kg における水素の生成効率の観点で見てみると、約22倍もの効率的な水素の生成方法となっているわけです。改めて数字にしてみると非常に魅力的な植物に見えますね。以上は水耕タイルで獣地獄を育てた場合となります。本来はピップをうまく利用し、獣地獄が自生すれば汚染水すら必要ない水素供給が可能となるはずですが、自分のサンドボックスの環境ではなぜかいくら待ってもピップが獣地獄を栽培しませんでした。たまたまなのか仕様なのかはわかりませんが、今回の動画では獣地獄は水耕タイルで育てることを前提とします。獣地獄を育てる上でおそらく一番気になるポイントは、何か動物を捕食させなければ水素を発生しないというところでしょう。一体どのように獣地獄に動物を供給すればよいのでしょうか。この点において一番相性のいい動物としては、同じ放射線バイオームに生息するビータが挙げられます。そこで次の章ではビータについての基礎知識をおさらいしていきましょう。2、基礎知識、ビータ。ビータも獣地獄と同様 DLC で追加された動物であり、放射線バイオームに生息しています。生息可能温度は -100.2 度から -0.1 度と、これもまた獣地獄と同様に氷点下の環境が必要です。適温範囲は -90.1 度から -10.1 度ですが、現時点で適温範囲はゲーム上の意味は特にありません。ビータは放射性物質を集める際に非常に重要な動物となりますが、今回そのことは一旦置いておきましょう。今注目するべきはその個体生成のスピードです。ビータはビータの巣から毎サイクル1匹ビータの幼虫を生み出します。ビータの巣にはウラン供給をする必要はありません。つまりビータの巣を作って放置しておくだけで毎サイクル獣地獄の餌を供給してくれるわけです。ここがビータと獣地獄の相性がいいポイントになります。獣地獄の栽培サイクルは30サイクルであるため、ビータの巣一つで30株の獣地獄を育てることができるという計算になります。ビータは成虫となると複製人間を攻撃することがあり危険ですが、栽培中の獣地獄が全て動物の消化中となっていると、ビータは獣地獄に捕食されずに次々と増えていきます。そのため必要な数のビータを生み出した後は、ビータの巣の機能は止めておくといいでしょう。ビータの巣の地盤を機械式エアロックで作り、必要な時以外は機械式エアロックを開けておくことでビータの巣を止めることが可能です。この機械式エアロックには通電しなくても大丈夫です。以上、ビータの巣を用いれば獣地獄への動物の供給は容易に行えるということを確認しました。ところで獣地獄の栽培にはもう一点留意するポイントがあります。それは熱への対策です。獣地獄は消化時、自身の体温プラス10度の水素を放出します。また獣地獄に対する灌漑用の汚染水も
通常は氷点下のものではなく常温の汚染水を用いることが多いでしょう。すると栽培に伴って部屋の室温が上がり、やがて獣地獄の生育可能温度である氷点下を上回ってしまいます。次の章では具体的に獣地獄栽培において必要な冷却性能を計算により見積もってみたいと思います。3、必要な冷却機能の計算。この章では獣地獄に伴う熱を破壊するためにどれだけの冷却機構が必要かを計算によって見積もっていきます。この章の内容は少し難しいため、鬼の初心者の方であればこの章は飛ばして次の章の建築例に移っても構いません。ある程度鬼に慣れ親しんだ方ならば、ここに出てくる冷却機構の計算は他の場面でも役立つことでしょう。それでは実際に栽培に伴って発生する熱の量を計算してみましょう。まず獣地獄が排出する水素による熱を見てみます。水素の比熱容量が 2.4DTU/g/degrees である一方、獣地獄は 41.6g/s の水素を自身の体温プラス10度の温度で排出します。よって獣地獄1株が発生させる熱は約 1.0kDTU/s となります。続いて灌漑に伴い発生する熱量を見てみましょう。灌漑に伴う汚染水をヘドロバイオームや汚染水間欠泉で得られる30度の汚染水とし、汚染水が凍らない程度の温度であるマイナス15度まで冷やすこととします。汚染水の比熱容量は 4.179DTU/g/C。獣地獄は 16.7g/s の汚染水を消費し、この汚染水45度分の熱を冷やす必要があるため、灌漑により発生する熱は約 3.1kDTU/s となります。よって獣地獄1株を栽培するのに必要な冷却性能は約 4.1kDTU/s であることがわかります。これがどのくらいの冷却性能なのか、ウィーズウォードで考えてみると、水素の元で育てているウィーズウォードの最大冷却効率が 12kDTU/s となります。よってウィーズウォードを1株植えれば、おおよそ獣地獄3株に対して熱破壊を行うことが可能です。もちろん冷却機構はウィーズウォードの代わりに気体クーラーや液体クーラーを用いても問題ありません。以上で獣地獄を栽培するのに必要な情報が全て揃いました。これらをもとに次の章では実際の獣地獄を栽培して水素発電を行う場合のレイアウトを紹介していきます。4、レイアウト紹介。この章では獣地獄発電についてどのようなレイアウトが考えられるかを紹介していきます。こちらが獣地獄発電の建築例です。左側が獣地獄栽培部屋、右側が水素発電部屋となっています。サイズは全体で横24、縦9と一般的なテナントに揃えた作りをしています。右側の水素発電部屋の部分は防空式 11×9 テナントのものをそのまま採用しています。詳細は概要欄にリンクを貼っておくのでここでは割愛します。水素発電部屋は水素発電機は4台で1秒あたり水素計 400g 消費します。獣地獄を9株植えると水素は1秒あたり約 374g 生成され、その全てを水素発電で余すことなく使用できる計算です。冷却機構についてはウィーズウォートを採用しています。獣地獄3株あたりウィーズウォート1株あれば大体熱を相殺できますが、今回は部屋の外部との熱交換やバッファーを踏まえてウィーズウォートは4株植えています。ウィーズウォートを植えるときは冷却効率の観点から間隔を1タイル空けて配置すると良いでしょう。床は機械式エアロックで作り、ウィーズウォートによる冷却を止めたいときは自動化回路でエアロックを開けることで冷却の制御ができます。栽培部屋を作るときは断熱タイルに囲われた真空の部屋を作り、出入り口を2つの多層液体エアロックで閉じると室外との熱交換を最小限に抑えることができます。多層液体エアロックに水や汚染水を使うと凍ってしまう恐れがあるので、原油や石油、エタノールを使うのがベストです。続いて自動化回路について見ていきます。動物センサーはビータの巣の下の機械式エアロックとつながっており、ビータの数を過剰に増やさないために設置されています。センサーの設定は動物数が0を超過した時にグリーンを送信とします。温度センサーはウィーズウォートによる冷却を制御することで室内を適切な温度にするために設置されています。獣地獄やビータの生育環境はマイナス 0.1 度以下ですが、室内を冷やしすぎてマイナス 20.6 度以下に設定すると灌漑用の汚染水が凍ってしまうため、今回はその間のマイナス15度を設定しています。気圧センサーは気体ポンプとつながれており、室内の水素の圧力を適切に保つために設置されています。ウィーズウォートは根元を 1kg パータイル以上の水素で満たさないと冷却効率が悪くなりますが、水素の圧力が 4kg パータイルを超えるとアトムスーツを着ていない複製人間が鼓膜破裂を起こします。今回は気圧センサーを 2.5kg に設定しました。このレイアウトによるトータルの発電量はチューニング時で約 4.5kW、
獣地獄の飼育にはほぼ手間がかからず、必要となる資源も比較的少量の汚染水のみとなります。うまく使えばコロニーの電力問題の解決に役立てることができるでしょう。以上、この動画では獣地獄発電に関する理論と実践を紹介しました。普段あまり注目されていない獣地獄ですが、小資源で効率よく水素を発生できる特徴はなかなか魅力的ではないでしょうか。最後に今一度この動画が気に入っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をしていただけると幸いです。今後の鬼の解説動画を作る上でのモチベーションとさせていただきます。それではまた別の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。